久しぶりに iPad と、こちら恒例の iPhone と、PC が今目の前に置いてあるわけなんですけど、今回ね、僕が紹介する編集ソフトは、この iPhone、iPad、MacBook だけに限らず、Windows とか、本当に様々なデバイスで使用することができる、究極の編集ソフトアプリだなと思って、今回は皆さんにその Adobe Rush というね、最強の編集ソフトをご紹介したいと思います。この動画をね、撮る前にですね、1年前ぐらいに僕スマートフォンの編集ソフト、インショットとか Adobe Rush 実際に機能的な部分までご説明させていただいたんですけど、Adobe Rush 自体も1年前から今に比べるとやっぱり大幅にアップデートしていたりとか、使いやすさ向上、あと、誤差がね起きなかったりとか、いろんな意味でスペックが上がっているのと、僕自身ね、やっぱり当時ってスマートフォンで撮影するってことはあまりしてこなかったにもかかわらず、今となってはもう iPhone で Vlog をね撮るぐらいのレベルまで来ているので、そういった素材の量とね、素材の撮り方とかに比べても今ね皆さんに Adobe Rush をご説明すると、全然違うのかなと思って今回この動画を撮らせていただきます。で、Adobe Rush ね、皆さんもう聞いたことあると思うんですけど、Adobe といえばもう本当に企業としても年々急成長中の企業なんですけど、Adobe Creative Cloud って言って、プレミアプロとか Photoshop とか Lightroom、イラストレーターとか本当に幅広いソフトがあるので、もうクリエイターの方は Adobe 製品を知らないとか持ってない人って絶対いないっていうぐらい本当に業界の人たちほとんど使ってます。その Adobe っていう会社から、そういったスマホ向けとか、様々なデバイス向けの簡易的に編集できる Adobe Rush というものがね、1年前に発表されたんですけど、僕は映像クリエイターとして、やっぱり専門的にやっていますので、Adobe Premiere Pro とか DaVinci Resolve とか、本当に幅広い編集ソフトを使わせていただいたんですけど、この Adobe Rush っていうのは、本当に簡易的にかつかっこよく動画編集ができるっていうものに特化している。本当に SNS がこうやって普及した動画が気軽に作れて発信するっていうね、土台ができてるっていうこの時代だからこそ、すごい最適なアプリケーションなんじゃないかなと思って、今回ね、皆さんにその機能的な部分までご紹介したいと思います。ちなみに僕ね、後日 Adobe Max というイベント、めちゃくちゃでかいイベントに参加するので、ぜひね、お時間がある方は遊びに来てください。じゃあ早速 Adobe Rush のね、画面を見ながら解説していきたいんですけど、本来ね、Adobe Rush って、スマートフォンとかも本当にクラウド上にデータを置いとけば、本当にどのデバイスでも作業することができて、例えば iPhone で編集してましたと。で、iPhone で編集してたんだけど、電源が落ちてしまって、その後の編集ができないっていう時は iPad に移行したりとか、で、最終調整が MacBook Pro みたいな感じで、クラウド上にデータがあることによって、本当どのデバイスでも編集作業ができるので、そういった意味では、環境とか場所問わずね、様々な編集ができるっていう利点があるんですけど、で、皆さんね、この動画を見てくれてる方ってタイトルにもある通り、スマートフォンで編集したいっていう方が絶対多いんですね。なので、このスマートフォンでやるべきなんですけど、ちょっとね、僕のこの iPhone、画面収録が本当に信用できなくて、もう10分ぐらい収録したのに切れちゃうってことがあるんですよ。なのでちょっと皆さんすいません。今回は iPad でやらせてください。で、僕ね、実際にこの iPhone、iPad、PC で編集したんですけど、機能的な部分は一切変化ないです。ただちょっとこの、やっぱり画面の情報量でタッチの感じとかが若干違かったりするので、そこだけちょっとご了承いただきたいんですけど、今回は iPad Pro にて解説していきたいと思います。はい、じゃあ画面収録させていただいて、じゃあ早速始めていきたいと思います。まずね、Adobe Rush、プレミアラッシュですね。こちら、開きます。で、今まで皆さんに、撮影のシネマティックに撮る方法のアプリケーションね、モーメントとかフィルミックプロとかで、ご紹介させていただいたんですけど、今回はこちら編集ソフトです。で、新規プロジェクトを作成。で、今回僕ね、クリエイティブクラウドに、この7の iPhone ね、結構いい感じなんですけど、その素材をすべて、クリエイティブクラウドに保管しているので、まずはそれを入れていきましょう。まずは、オーディオですね。ちょっとオーディオ追加します。はい。でね、今僕 iPad にて、オーディオとか素材とかをインポートしてるんですけど、やっぱりこのデバイスのスペックによって、このインポートの速度っていうのが圧倒的に違うので、ちょっと重たい、
素材で撮ってしまった、4K で撮ってしまったっていう場合は、もしかすると編集しにくいかもしれないので、今一度自分のね、デバイスのスペックと撮影した素材の重さにね、応じて調整していただければなと思っております。僕はちなみに今インポートしてるんですけど、めっちゃ遅いです。iPad Pro ね、あんまりいい、スペックじゃないみたいですね。はい。僕が買ったやつだと。なのでちょっと僕のペン回しでも見てください。ペン回しね、男性だったらみんなやってると思うんですけど。はい、インポートされました。じゃあ音楽聴いてみますか。その前に画面収録できてるね。はい、音楽聴いていきたいと思います。どうぞ。はい、こちらミュージックベッドさんからダウンロードしました音楽です。で、こちらをね、今インポートしまして、なんでこんだけ遅かったかっていうと、多分動画自体、音源自体めっちゃ長かったんで、ちょっとカットします。はい、で、こっから、これが実際編集のパネルとなっております。ちょっと見やすくしようかな。横にします。iPad Pro 最高ですよ。てかもう Apple はね、基本的最高です。で、プレミアプロをね、触っている方だと、ちょっとなんか UI とかが違うんですけど、基本的には一緒です。で、こちら、左上からやっていきますと、ホームボタンですね。ホームボタンだと、自分が今、プロジェクトを作ったものね。こちらシーケンス名も変えたいと思います。Adobe Rush。こんな感じで保存します。で、こちらプラスボタンを押すと、実際に撮影したりとか、あとはメディアとかを入れていきたいと思います。僕はこのクラウド上に iPhone で撮影した素材がたくさんあるので、これを一つずつ入れていきたいと思います。で、これ数字が振ってあるんですけど、数字順に、編集シーケンスに並んでいくってことなので、自分が編集したいものの順番に調整してください。僕は今回これ、ざっくりと入れたいと思います。はい、追加。2 hours later. はい。じゃあね、こちら、今プラスマークを押してメディアをインポートしました。で、今一応ね、1、2、3、4、5、6、7、8。8個の素材を入れました。ちょっとペンを置きますね。スマートフォンでやる場合は基本的に手なんで、手で僕もやらせていただきます。で、こんな感じで、指をこんな感じでズームすると、シーケンス、この動画が、クリップが並べられている部分が見やすくなります。引くと大きくなります。なので細かな作業をしたい場合はズームして、全体的を見たい場合は引くっていうことをやってください。で、音楽今こんな感じ。結構あっちの方に僕がこの船で結構ジャンピングしたところですね。ちょっとビビってますけど。いいよ2、1、1で潜ってジャンプみたいな感じです。で、この部分を実際にどんどん削っていってスローモーションしたりってことをやっていこうと思います。で、僕今ね、この飛ぶ、ここら辺からちょっとスローモーションしたいって感じなんで、まずクリップですね。ちょっと待ってください。で、このクリップを移動するとオーディオとかもいろいろと移動されちゃうので、オーディオは固定したいと思います。なのでこれ左下のこのボタンを押すと、シーケンスが何重にも見えるようになるので、シーケンスパネルがね見やすくなるので、ここでオーディオをロックしたいと思います。やべ、今1個作っちゃった。オーディオロックボタンを押すとオーディオは絶対に移動されないようになります。なのでここでシンプルに映像を切ることができます。で、僕が飛び入れるところで、カーソルを合わせてサイドを切る。こんな感じです。そうするとここまで使いたいっていう状態ですね。こんな感じで徐々に音楽に合わせて映像をカットしていくっていう流れになります。で、一旦ちょっとお伝えしたんですけど、全体どういった感じに、機能がついているのかっていうところを改めて見ていこうと思います。まずこちら下ですね。プラスボタンの下はプロジェクトパネルになってます。はい、どんな感じでメディアがあるのかなっていうところを可視化するためで、下行くとプラスボタンを押すと複製ですね。もう一つ映像をコピーして作ってくれます。削除で、ゴミ箱を押したらゴミ箱入れます。で、これ戻したいなっていう時には右上のボタンを押せば戻ります。はい、でこちらこのトラッシュボックスの下を押すとオーディオの波形が出てきたりとかで、その下を押すとこんな感じにシーケンスパネルが何層に
あるパターンと1つしかないパターンで、これ何層もあるパターンってどういったことができるかっていうと、じゃあ一回ちょっとこのクリップを複製してこれを上に重ねたいと思います。上に重ねます。こうやって上に重ねることによって実際このシーケンス、このゾーンには同じ素材が2つあるっていうことですね。じゃあちょっとこれを例えば上のパネルを押してサイズ感を少し小さくします。小さくするとこんな感じ。演出としてクリエイティブなものができるので、後でこの部分に関しては解説するんですけど、2つ、シーケンスにクリップが重ねられるってことは、いろんなクリエイティブ要素の幅が広がるので、それが Adobe Rush の特徴かなってのは思ってます。モバイル向けの編集ソフトで、このシーケンスが重ねられるっていう編集ソフトって、本当に Adobe Rush しかないと思ってるので、そういった部分ではよりクリエイティブに、モバイルで編集したいという方は、かなりおすすめのアプリとなっております。はい、次ですね。右上、これはこの例えばプレビューする画面の真ん中再生ボタンとか次に移動するとか分かると思うんですけど、このなんか長方形のロゴがあると思うんですけど、これを押すと、横長に作りたいのか縦長に作りたいのか、あと正方形でやりたいのかっていうのをワンタッチで切り替えることができます。で、横長だとYouTube とか横で見るように作れるんですけど、例えば TikTok とかInstagram のストーリーズに載せたい方っていうのは縦長で編集するっていう、ここのねワンタッチで、画角を切り替えられるんで、そういった部分ではかなり使いやすい操作かなっていうのは個人的に思っております。で、あとはこれディゾルブとかテキスト入れたりとかカラー入れたり、あと速度調整したりオーディオミュートにしたりっていうことを、あとはスケール調整したりっていう細かな機能があります。で、Adobe Premiere Pro とか専門的な編集ソフトに比べるといじれる要素ってのは結構下がってはくるんですけど、全然 SNS とかで動画とかをシェアしたいっていう方にはもうもってこいの、もう十分クリエイティブにできるっていうレベルっていうのは、僕がねもう前提としてお伝えしたいと思います。はい。で、ここちょっとね、今60フレームで再生されちゃってるんですけど、スローモーションにしたいと思います。で、これはスローをして、これですね、範囲の速度で 50% にします。で、僕は iPhone で基本的撮影したんですけど、60フレーム、スローにできる設定で撮ってるので、こうやって 50% にしても、滑らかにできることが。この、トゥルルっていうところで僕は切りたいと思います。こんな感じですね。で、細かくズームしてカット。そうすることによって音の波形によって次の映像に切り替わるので、シネマティックにかっこいい映像表現っていうのは音楽に合わせてカットするっていうことなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、スローにした感じですね。はい。で、これ、海の撮影なのに、いきなり飛行機、空港に行ってちょっと変なので、このクリップは、ドラッグして、後ろの方に持っていきたいと思います。で、入った後に、またちょっと海のシーンが欲しいので、これですね。このシーンを持っていきたいと思います。これですね。これをこのクリップの後に入れます。これ一回上から下にやったんですけど、上から下のこの流れでカットしたいと思います。そうすると綺麗につながります。はい。で、あとは音にはめるだけ。ここですね。この波形に合わせてオーディオをカット。で、これもちょっとね、ちょっとスローにしてからやった方が良かったですね。けど、スローにするのもいいんですけど、この場合ってあまり動きが分かりづらいんで、スローにしてもしなくてもあまり変わらないかなっていうところで、そのまま使いたいと思います。はい。で、これ音いらないなと思ったら、オーディオでミュートにします。そうすると、今入ってた音がなくなります。こんな感じですね。で、これもスローにしたいと思います。50% ですね。はい。そうすると、で、スマートフォンで撮ってもスローにするだけですごくシネマティックな雰囲気になるので、他でね、iPhone とかのフッテージをシネマティックにする方法っていう動画はね、出させていただくので、そちらもチェックしていただければなと思います。はい。ちょっと音のタイミングを合わせます。ここですね。はい。
で、例えば、一つのギミックなんですけど、今これね、だいたいクリップを音楽に合わせてつなげて、で、編集する、スローモーションにするっていうね、動作皆さんも認識していただいたと思うんですけど、もう一つね、もう少しクリエイティブにする方法は、はい、まずちょっとスローにしますね。はい、50%。で、このトゥルルルトゥトゥっていう部分で一気にスローから速くしたいと思います。なんでここで一回カットを入れて、ここの後ろのクリップを 100% にします。そうすると前のカットはスローなんだけど、この後ろのカットだけ速くなるんですよね。見ていきたいと思います。こんな感じ。で、あとはこの音に合わせて切るだけ。で、指でなぞってクリップを短くしなくても、ここでカット入れて、これをゴミ箱入れれば、こんな感じですね。で、ここもオーディオは基本的いらないので、ミュートしたいと思います。で、ミュートはね、カッティングする前にやった方が楽です。ここも煙がいい感じにいってるんで、こういった、目に見えるもの、明確に見えるものをスローにするとかなりかっこよくなりますよ。この映像は今のところフィルミックプロっていうねソフトで撮らせていただきまして、色味がまだ薄い状態なんですよね。これをどう調整するかっていうと、こちらね、内蔵プリセットで映画っていうものを選べばかなりいい感じのルックになります。で、これだとちょっと強すぎるなと思ったら適用度を調整します。で、100% だとさすがに強すぎます。色が割れてしまうので、一番適度なこの 47% ぐらいかなを合わせるとちょっと一気に重くなっちゃうんですけど、すごい色味がねシネマティックになるので、この内蔵プリセットを試していただければなと思っております。で、あとはトランジションですね。クロスリゾルブを入れることもできます。クロスリゾルブを入れるとここのつなげがスムーズになりますけど、僕は、かっこいい表現でね、このクロスリゾルブってあまりいいものだと思わないので入れないでいきたいと思います。あとはテキストを入れて自分の中で好きなタイトルをつけて、映像を始めるってこともできるので、iPad でやらせていただいたんですけど、各種デバイスで編集できるこの Adobe Rush ね、かなりかっこよくできるので、僕がね編集した動画ぜひ見てください。どうぞ。はい、そんな感じでね、今こちらの iPad Pro と、こんな感じの iPhone とかね、で編集できる Adobe Rush という編集ソフトを皆さんにご紹介したんですけど、本当に一番の良さは、今僕この iPad Pro で編集させていただいたんですけど、iPhone をこうやって開いて Adobe Rush を見たとしても、クラウド上でデータが共有されているので、編集ソフトが iPhone でも開くことができるんですよね。こういう連携の部分とか、一つのデバイスで、クリエイティブにかつスピーディーに編集できるソフトはね、本当に Adobe Rush しかないと思ってるので、ぜひこれからね、高い機材を買えない、スマートフォンで表現する場合絶対言ってるんですけど、高い機材を買わなくても今はかっこよく編集するかつ撮影できるソフトだったりとかデバイスっていうのはもうたくさん出てきてるので、もう高いもの皆さん買わなくていいです。動画の本質ってのは皆さんの思い出を形に残すことなんで、高いもの買わなくてもいいので、まずは皆さんのポケットに入っているこういったモバイルだったりとか、ちょっとPC よりも安い iPad Pro とかね、こういったものを購入して撮影編集していただければなと思っております。で、僕もね、引き続き皆さんの動画編集とか動画やりたいっていう人たちのサポートできるようにね、こういった動画撮っていきますので、感想等ある方はコメントいただければなと思っております。はい、そんな感じでね、ちょっと動画長くなってしまったんですけど、ちょっと仕事の合間とかね、授業の合間とかに見ていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで本日の動画も以上となります。本日はどうもありがとうございました。